はい、ということでね、今回はね、真面目に解説の方をやっていきたいと思います。はい、今回の解説は、引き止めるピエロのね、解説をしていきたいと思います。今回の人格はこちらです。左下の、凶暴1振り、指名手配2振りの、中毒症階級壁ってことでね、まずはね、適当にね、サバイバーを追っていきましょう。引き止めるは、結局通電間際にね、のところの立ち回りが変わってくるんでね、まずはもうとりあえずね、適当にいるサバイバー追っていきましょう。今回人形師なんだけども、人形師はね、もうめんどくさいんで、なんかもうね、ここは何回もちょっとぐるぐるするの飽きたんでね、タゲチェンします。炭鉱車に行きます。はい、炭鉱車に行くんですけど、これね、よくよく考えたらね、編成がちょっときついんよ。人形炭鉱記者画家。でもこういう編成にね、勝ちやすいのが、俺引き止めるピエロだと思ってて、やっぱり後半ね、もう左右じゃどうもできないとか、左上はもうどうもできないみたいな場面で引き止めるピエロでもう通電覚悟の立ち回りができるんだよね。正直左上とか左右ってさ、通電したら結構きついみたいな場面あるじゃん。で通電を見越して立ち回るっていう機会があんまりないんだけど、引き止めるピエロだと通電を見越して立ち回れるっていうのがね、強いね。でここはフラホも入ったし、磁石も絶対ないんで鬼没でダウンと、ペース的にはあんまり良くないよね。もう結構伸ばされちゃったんで、もう絶対にダブルダウン欲しいって場面なんだけど、記者だからね、絶対ダブルダウン取れないんだよ。だから俺もどうしようかなーって考えてるね。もうどうしようかなーっても考えてます。どうしようこれ、やばくねってなってます。はい。でもこっからね、どうやって勝ちに持っていくのか、それが引き止めるピエロなんです。これね、記者の姿見えないから殴っちゃって、でここは恐怖怖い。完璧な 4.9 割救助されたね。もうますぎる。でここはもう絶対セカチェ伸ばさせちゃいけないんで、ここは正直記者のダブルダウン狙いに行くのはダメだね。記者なんでもう坊主すぐねクールタイム回復してもう絶対伸ばされちゃうんで、ここはもう炭鉱のトンネル優先してあげて、でやっぱり人形師が6っていうのが分かってたから、で人形師絶対救助に来れないんだよ。2回目だから2回目救助に来る人画家になるんだよ。で画家は6を持ってないから、ここでね初手人形師とイチャイチャしてたね回があるんです。はい。でも引き止めるピエロの、本当にやってほしい立ち回りっていうのが3人盤面からなんですよ。3人盤面負傷ダウンの状態をねもう全力で作ってほしい。もう本当にこれだけ。引き止めるピエロは3人盤面負傷ダウンを作る。そして確定で救助できるアイテムとかは絶対に減らしておくべき。例えば人形師を半分のダメージにしたとしても、1ダメ与えたとしてもさ、人形師って 1.5 ダメ、ごめんねちょっと今すんごい説明が下手だ。人形師をね1ダメ与えたとしても、人形師ってさ1ダメ状態でも類になれるじゃん。そうするとね1ダメ与えた状態でも救助に来れちゃうんで、この場合は絶対ダメ。負傷って言っても人形師にそういう負傷は与えてはいけません。そして記者の場合とか、記者も救助坊主がある状態だと負傷してても救助に来れちゃうじゃん。だから記者もダメ。はい。画家とかは本当に一等航海士とかもそうだね。時計が1個でもあるとさ、負傷状態でも救助に来れるじゃん。もう負傷ダウンを作る。そしてもうダウン通電じゃないと救助に来れないっていう展開を作る。これだね。もうこれが本当に引き止めるピエロでやってほしいこと。でこの盤面もう記者は救助坊主を吐いてるんだよ。そして画家はでも絵がある。で人形師は HP が満タンです。で俺がここでやるべきなのは人形師のダウンを取ることなんだよね。まずは暗号機を守りつつ人形師を探してるんだけど、 OK 人形師いたってことで人形師をここからねもう全力で削りに行きます。そしたらなんかいた。もう最悪って感じで、いや画家強いよね。けどこれね新規回してるんで、もう俺はもう正直ここは人形師のダウンがね欲しすぎる。はい、これ当たらないっていうね、結構ここでねぐだっちゃってるんだよ。でもここで俺がやるべきことなのは画家を追い切ることじゃなくて人形師をダウン取って誰も救助に来れない盤面を作ることなんだよね。
だからここ大急ぎで人形師を追います。人形師を追うことによって記者は坊主をもう吐いております。画家は絵を見なければ大丈夫ってことで、もう人形師全力追い。人形師全力追い。はい、で、ここはもう、はい。これでダウンが取れました。で、通電しません。この場面がね、本当に強い。もう幸せね、これ。幸せ盤面。これでもし記者がまだ救助坊主が残ってるってなったら、もう記者を追って救助坊主を吐かせましょう。で、この場面だったらもうほぼ勝ち確で、通電したとしても引き止めるがあるんですよ。でもダウン通電したとしても、ダッシュからの通常攻撃で通電間に合わないんだよね。通電したとしても殴れるっていうね。で、ここは画家絶対 A 置いてくる読みで、はい。これは絶対にダッシュから行ってください。絶対にダッシュで弾いて通電して殴る。これだけ。これだけ。もうこれをすればね、これを引き止めるピエロはするんです。これをしましょう。やっぱこういう今の場面もね、ギリギリだったけど、やっぱ引き止めるピエロのおかげでね、これ勝てたっていう試合なんでね、正直引き止めるなくても今のは、ダウン2電を選んでくれたから勝てたんだよね。けどたまにダウン2電選ばずにもう救助に来るタイミングでさ、ピエロって大体引き止める持ってないと思ってるからさ、で救助前にもう通電するとかもあるけど、それを対処できるのが引き止めるピエロ。強い。では、いやめちゃくちゃさバーって語っちゃったからさ、いやもしね全然分かりづらいところもねたくさんあったと思うんでね、全然分からないことがあればねコメント欄に書いてくれるとね、全て対応いたしますのでね、できる限りね、ぜひともねコメントにね分からないこととかね書いてくれると嬉しいです。ということでね、2試合目は永明朝ピエロ。永明朝ピエロもねあんまりね好きじゃないね。強いんだよね、本当にポジションが強い。墓とかもう無理なんですよ。そして誰もいないと。そして、ね、俺最近闘牛士がめちゃくちゃ嫌いでさ、強すぎないかこのキャラ。本当に強い。もうムレータ避けなきゃいけないしで、マジで強いんだよね。でさ、こうやって試合見返してるとさ、意外とサバイバーってエモートとかスタンプしてるんだなーって思う時ない？俺試合中はもう完全オフにしてるからさ、もう見えないんだけど、やっぱこうやってね振り返って見てみるとさ、あ、お前あん時スタンプ打ってたんだみたいになるよね。もう避けるはい、もうむずい。闘牛士の読み合い嫌だ。そしてこの後マイムアーティストも来るんでしょ。あいつとも読み合いしないといけない。もうね大変です。まあでもねその分楽しいんでね、幸せよ。でここはもうオフェンス見えたけど、マジシャンがね目の前回してたんで、マジシャンに圧かけだけ行って、ここはまあダブルダウンは狙ったんかな。狙ったね。狙ってないね。でここはもう鬼没撃てお前。何をしてんだよ。こうなるよね。鬼没撃たないから。そしてタックルも食らって、あそこで俺は鬼没を打っとけばこんな伸ばされてなかったのに。全く本当にね鬼没は打ちましょう。でこれこれはアホですね。本当にあそこで鬼没打っとけばよかったことにね。ここで鬼没を結局使うんだったら、もう使うなら早いうちがいいんですよ。鬼没は早いうちに打て。鉄と一緒。鉄は熱いうちに打て。鬼没は早いうちに打て。ってことで、ここもう一回オフェンスが90に来ると思うんで、これ2回救助来れるの強いよな、心理学者がいると。けど心理が私を助けなくていい。これ多分マジシャン救助来るね。今回の編成さ、マジシャンも闘牛士もオフェンスもボロ持ちなんだね。3ボロなんで、だーってことで、3ボロマジでやばいね。で、ここマジシャンステッキ使わなかったんでね、ダブルダウン取れました。オフェンスに関してはこれ仲直りなしだ。これ闘牛士が迷ってくれたんだよね。迷ってくれたおかげで、強すぎる。お前ムレータも溜まってたしさ、強制引き付けも溜まってたんかいって。早すぎるんだよね。まあマジシャンからのチャットはね、
まあ一旦スルーして、オフェンスが今フラホを使っただと。今オフェンスフラホ使ったね。これなんだろうね。5タップかな。まあ、たまに5タップいるよね。ってことで、ここはまあとりあえずパーツを集めながらね、まあ、誰かを追いに行きましょうってことで、もう誰かを追いに行っております。はい。これ誰でもいい、誰かを追っている。で、ここ、いた。これ助かったよね。ちょっと心理学者のさ、髪の毛青いのが、紫いのがすげえ目立っててさ、すげえ助かった。そして心理学者のこの新しいスキル。これ、何気にめっちゃ強いな。これ殴れるところが殴れないからさ。今のもスキルがなかったら殴れたわけだしね。やっぱすげえ強えなって思ったわ。で、ここ心理学者との読み合い。読み合い。あちゃお。で、残り2台。まあ結構回ってるんで、ここは心理学者のことを釣ってたらね、100% 通電するんで、まあ、ここはオフェンスかマジシャンを追いに行きましょうってことで、はい、避けて。はい。で、ここは、マジシャンもダウン放置で心理学者を釣りに行くのかな、まあ、引き止めるピエロなんでね、オフェンスを負傷させちゃえばもう勝ちなんですよ。けどまあマジシャンがアイテムあるから勝ちとまでは分かんないなって感じ。ワンチャンアイテムステッキで無傷救助とかされちゃうかもしんないしね。まあ、心理学者釣ってマジシャンに寄せて釣ったって感じだね。マジシャンに寄せて釣ることによってこれ起死回生を確実に吐かさせたいんだよね。もう絶対マジシャンに起死回生を吐かさせるってための寄せです。これすごい強い。で、オフェンスがね、前から来てくれたんで、これ絶対起死回生吐くしかないんでね。で、これさ、強すぎない？強すぎない？あの距離で恐怖取れちゃうんだよ。強すぎるよね。